皆さんこんにちは、ガジロフです。今回はファーウェイバンド7ですね。1ヶ月使ってきてここが気になるというテーマでお届けしたいと思います。もうね、早くも1ヶ月ちょっと経っていますけども、この期間の間にいろんなねバッテリーテストやまた歩数とかね、そういった精度のあたりのテストを検証もしてきました。その他の部分でやっぱり使ってきてね、やっぱり新しいモデルなのですごい期待はしているんですけどもね、使っている中でちょっとここが気になるなという点を今回はお届けできればと思います。その後に良かった点もね少し含めたいと思いますので、早速ね本日も行ってみましょう。まずその1つ目なんですけども、この今 AOD の状態ですね、常時点灯モードに今なっていますけども、このモードの時にちょっと不便なことがあります。それはですね、この画面からホーム画面に復帰する時に通常はここでタッチすればホームに戻ることができます。でもこれがですね、はい、また戻りましたけども、腕をこのように上げた時ですね、ホームに戻ってくれないんですね。腕上げ点灯でホームに戻ることができません。今ね腕に装着しましたけども、時間は常にね確認できる状態なんですが、それ以外の情報を見たい時にこうやって腕上げ点灯をした時にホームに戻ってくれませんので、ややちょっと不便だなと思いました。例えばこの状態でタップをすればホームに戻ることができますが、これは切り替えのオンオフっていうモードがあればいいなと本当に思います。この点ですね、他社のシャオミスマートバンド7ですね、そちらは腕上げ点灯ですね、この動作で画面がホームに戻ってくれるんですね。それがやっぱりね比較してみると良かったなと思うんですよね。ですのでこのファーウェイバンド7にもソフトウェアでそちらの方を更新でオンオフができるようにしてくれるといいなと思いました。もちろんねこのままでいいよっていう方もいらっしゃると思うんですが、やっぱりねそうしたモードがついてくれるといいと思いました。はい、そして次ですね、それはこのサイドボタンを押しますとこのようにメニューの並びが出てきますね。上からね、瞬時にやっぱり呼び出しができるようになっていますけども、ワークアウトが一番上になっています。そしてワークアウトの記録ですね、履歴が見れるようになっています。このような順番でメニューが構成されているわけですね。こんな感じになっています。設定が一番下に来ていますね。個人的な意見になりますけども、この設定ができることならばこの一番上に来てくれるといいなと思います。つまり並び替えができるといいなと思いました。ファーウェイバンド7において並び替えができないといった点がちょっと不便だなと思います。これも他社ではできるので、可能であればメニューの並び替えができるといいなと思いました。そうするとね、やっぱりよく使うものをなるべく上の方に出てきてくれるとすごく使い勝手が良くなりますし、いらないものはね表示しないといった機能もあるといいなと思うんですよね。ファーウェイバンド6もそうなんですけど、並び替えが導入されてくれたらいいなと思います。ここがねちょっとやっぱり気になりますね。そして次の点ですね、それはスマートアラーム機能がないといった点です。アラームの機能はあるんですけども、ここに開きますとここですね、この時計のマークです。タップしますと今6時半毎日となっています。これをさらにタップしますと詳細が出てきますね。毎日朝6時30分にアラームが設定されているという内容です。毎日っていうところをタップしますとね、このように全部今色がついている状態になりますので、毎日鳴るということになります。これがですね、ファーウェイバンド6の場合どうなのかっていうのをちょっとお見せしたいと思います。この左の方がファーウェイバンド6の1個前のモデルになります。こちらがファーウェイバンド7になりますね。ファーウェイバンド6になりますと今同じように6時半毎日で設定してあります。これをタップしますとここにスマートアラームと出ているんですね。でこれはファーウェイバンド6にしかついていない機能になっています。なぜか旧機種にしかこのスマートアラームがついていません。毎日をタップするとバンド本体で設定することができます。でこれ何がいいかと言いますとね、6時30分に毎日起きますけども、6時30分の10分前とかね15分前ぐらいにこのバンド自体が睡眠から目覚めやすいタイミングを見計らって起こしてくれるという機能になっています。それゆえにスマート、賢いっていうことになるわけですね。これがですね、なぜかこのファーウェイバンド7新しい方には削除されてしまったということなんですね。これはなんでっていう感じしますよね。わざわざすごい機能をねファーウェイバンド6はつけているのにファーウェイバンド7では外してしまうというね、これはもしかしたら戦略かなという気もします。
在庫がまだファーウェイバンド6が残っているうちにこのスマートアラームを一つの目玉機能として7と6では違うということで6を売るためにスマートアラームをまだ搭載しているのかなという気がします。で6の在庫がなくなったあたりからですね、多分このファーウェイバンド7の方にアップデートで追加されるっていうように、もしかしたら今後ね導入される可能性は高いのかなと思っています。ただ今現在ではついていませんので、ちょっとそこがねもどかしいわけですね。それでここが気になるといった点でちょっと取り上げてみました。では1ヶ月使ってきてここが気になる最後の点になります。それはここですね。このストラップを外す時のここの形状ですね、これがここのつまみの形式になってしまいました。これをスライドさせると外れるという形になります。ただ非常に見ていただきますと繊細なちっちゃなピンになっているんですね。これスプリングピンという名称なんですけども、これを爪でこう横にねスライドさせながら抜くというような感じになります。でこれが非常にこの爪を傷めてしまいまして、多分折れてしまうんじゃないかなっていうぐらいになっています。私もねもう一番最初にやった時ここ爪かけてしまいましたので、これは本当にねなんでこういう形状にしちゃったのかなというふうにすごい残念だったんですね。でその点ですね、こちらですねファーウェイバンド6になりますが、これすでにバンドを変えている状態なんですけども全然違うんですね。こんな感じになっています。こう留め具がプラスチックのね留め具でマイナスドライバーとかでね外しますと簡単にねこれが取り外しができるようになっています。逆に言えばこれが取れてしまうとトラップ自体が取れてしまいますので外れやすいって言った方がいいかもしれませんが、ここ1年以上使ってきて取れたことが1回もありませんでしたので信頼度は相当高いなと思います。並べて比べてみますとこんな感じになっています。右がストラップピンを使ったファーウェイバンド7、そしてファーウェイバンド6ですね。私は個人的にこの形状の方がバンドの取り外しはしやすかったなと思っています。個人の好みになりますけども、やっぱりねこの形状が良かったなと思いますね。この形状になったおかげというともおかしいんですけども、アリエクスプレスとかアマゾンとかで交換バンドを購入しようと思ってみますとなかなかラインナップが少ないんですね。つまりファーウェイバンド6で今まで使えていたものがそのままね併売で7でも使えるようになっていればもっとね皆さん入手しやすかったと思うんですけども、新しい形状になってしまったのでまた作り直しなわけですよね。それゆえにまた品揃えが悪くなってしまったのと、今注文しているものもあるんですがなかなか届かないんですよね。ですのでねなんで変えてしまったのかなっていうのがすごく気になっています。というわけでここまで1ヶ月使ってきまして気になる点をいくつかご紹介しました。でもねやっぱりファーウェイバンド7になって良かったなという点ももちろんあります。で最近ですねアップデートして新しい機能が追加されました。これ全然ね目立たなくてサイレントアップデートだなっていうふうに思うんですけども、それはですねここの天気の部分になります。これもちろんこの文字盤からここに天気飛ぶことができますけども、サイドボタンを押して天気のところを押していただいてもいいんですね。じゃあこちらの方から飛んでみたいと思います。ここの部分を下の方をね見ていただきますと、今日明日土曜日日曜日っていう風にね週間天気予報が入っています。そして次に太陽の日の出日の入りの時間が追加されています。そして、日の出ならぬ月の出、そして月の入りも入っています。でさらに月相っていうんですかね、今日は上限ですよと出ていますね。そして潮の満ち引きに関しても情報が出ています。お住まいの地域の情報も追加されています。干潮は10時22分と出ていますね。天気のところに新しい情報がこのように追加されています。これはファーウェイバンド6では使えない情報になっています。こちらがファーウェイバンド7になりますけども、こちらがファーウェイバンド6になります。この同じね天気のところをタップしてみたいと思いますが、地域の天気情報が出ています。そしてこのように下を見ていますと週間天気予報が出ています。そしてここから先はないわけですね。これがファーウェイバンド6と7の違いの一つになりますね。これ本当にね最近気づいたばっかりなんですけどね、という感じなんですよね。本当にまさにサイレントアップデートになっています。まだ見られたことなかった方はぜひご覧になっていただければと思います。他にもねやっぱり7になってよかったなっていうのは、相変わらずこの新しいこのベルトというかね、このボディの形状もそうなんですけども装着感がめちゃくちゃいいですね。このファーウェイバンド6と比べますとやっぱりこの 1mm の薄さですね、7が 1mm 薄くなったっていうのはめちゃくちゃでかく感じますね。先日の動画でも言っ
たんですが、本当わからないかなと思っていたんですが、この1ミリの違い、そしてこのわずかながら曲面が少しフラット気味になったっていうのも、自分の肌ですね、腕の部分との密着度というか、何て言うんでしょうかね、装着感っていうのがトータルで総合的にパフォーマンスが上がったなと思います。これは私史上ですね、こういったスマートバンドで一番装着感が良かったなというモデルになっています。他のバンドを押しのいて重さ、装着感、つけ心地、トータルでもうこれ史上最高というレベルだなと思いました。ちょっと言い過ぎかもしれませんけど、個人的にはそのように感じています。加えてですね、 AOD の部分にもなりますけども、 AOD をオンにした時にバッテリー持ちは以前の動画で検証結果をねご報告をしましたけども、その時にね AOD をオンにした時に3日になっていますけども、これは改めて思うと結構すごいことなんだなと思いました。そしてもう一つですね、このやっぱりサイドボタンは便利ですよね。これがあるかないかっていうのは相当大きな違いになりますね。先ほどもお伝えしましたけど、この AOD をオンにした時に腕上げ転倒でホームに戻ることはありませんが、タップしないといけませんよね。もしくはこのサイドボタンでこのようにホームに戻ることができますが、その使い分けができるっていうのはすごくいいですよね。今押したらホームに戻りました。これができるっていうのは相当大きいなと思います。もちろんこのホームボタンを押してメニューに入ることもできますし、このようにですねストップウォッチに入って使って、はい、戻りたいなと思ったらホームに簡単に戻ることができます。これはねシャオミとかでは採用されていない部分になりますので、これは一つね優位な点だなと思います。こういった面で操作系統とか使い勝手の面でこれがあるかないかで相当変わってくる感じがします。この辺はねやっぱりファーウェイバンド7の優位性だなと思いました。ということで今回ファーウェイバンド7の1ヶ月使ってきてここが気になるといった点についてご紹介しました。いかがだったでしょうか。皆さんもねもう1ヶ月近く使ってきてここがちょっとなんだかなというふうにね気づいている方もいらっしゃるかもしれませんし、当然今現在もねファーウェイバンド6を使っている方も多くいらっしゃると思いますので、このファーウェイバンド7ねちょっと気になってるなっていう方にとって少し参考になれば幸いです。では本日は以上となります。この動画が良かった方は高評価、そしてまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。